どうもこんにちは、ゴーシです。今回はコリン星人マシンをほぼ 100% 改善させた経験から病気の治し方についてお話ししていこうと思います。コリン星人マシンの病歴についての動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってください。コリン星人マシンになった初期の頃は皮膚科で処方された抗ヒスタミン剤を飲んでいました。しかし一番ひどい時を10とすると薬の種類を変えたとしても2か3程度しか症状が改善されませんでした。しかも抗ヒスタミン剤によってコリン星人マシンの症状を打ち消しているだけのような状態で、病気の原因にはアプローチされていない状態でした。これは現代医学の主流がアロパシーになっていて、体が起こしている症状と反対の症状を起こすものを与えて病気を治そうとする考え方になっているからです。薬物療法や手術などですね。西洋医学には5大流派があるのですが、アロパシー、薬物療法、ナチュロパシー、自然療法、ホメオパシー、動詞療法、サイコーパシー、心理療法、オステオパシー、整骨療法で以上の5つがあって、近代医学のアロパシーがあるのに対して対抗医学としてナチュロパシー、ホメオパシー、サイコーパシー、オステオパシーの4つが存在しています。コリン星人マシンの症状がひどかった頃、こういった医療の実態は全く知りませんでした。ではどうやって病気を治せばいいのか、当時私が考えていたことをお話ししますね。病気というのは基本的には健康な状態から病気になるわけですよね。当たり前ですけど。つまり病気という結果が現在現れているのだとしたら、その原因は一体何だろうと考えたんですよね。日々の食生活や運動などの生活習慣、それから環境、有害物質、ストレスなどが考えられますよね。他にもいろいろあるとは思うんですけれど、それで何が原因になっているのかと思って、この中から思い当たる原因や可能性の高い原因を順番に探っていきました。食生活においては動物性のものを取り除いてプラントベースの食事にすることによって症状の5割が改善しました。これが一番大きな変化だったと思います。運動についてはコリン星人マシンは朝に関連している疾患ですので、1週間に1回はランニングしてみようかなと思ってランニングをしていました。その結果、汗を楽にかきやすい体の状態を維持することによって症状が出にくい状態になっていました。ちなみに今は全くと言っていいほどランニングはしていないです。それから睡眠についてなのですが、大学時代は夜型で夜に集中力が上がるタイプなので、夜に勉強したり読書する習慣があったのですが、それを朝型に変えて朝6時くらいに起きるようにしていました。これはジンマシンの症状が楽になるというよりも体のコンディションそのものが良くなった感じですね。続いて環境に関しては、できるだけ症状が出やすい環境は避けるようにしていました。今はそのような環境に行ってもほとんど大丈夫にはなってます。有害物質に関しては、缶コーヒーとか人工甘味料の入ったものを食べた時にジンマシンが悪化しやすいという体感から、人工甘味料、農薬、添加物などのケミカル的なものはできるだけ避けるようになりました。ストレスについてはフィシオエナジティックの治療で大部分を改善させましたので、当初は目の前のストレス源を避けるぐらいしか対処法はなかったですね。で、以上全て試した結果から分析して、さらに他の方法を試していきました。食事の変化による5割がこの中だと一番効果的でしたので、食事の要因に近い原因は何だろうかと考えました。人工甘味料や添加物を取った後に症状が悪化するし、もしかしたら腸内細菌が原因の一つなのではないかと考えました。腸には免疫細胞の 70% が存在していて、ジンマシンはアレルギー疾患に分類されますし、可能性はあるのかもしれないと考えました。それで乳酸菌とかプロバイオティクスのサプリを試していき、最終的には酪酸菌のサプリに行き着いて症状の9割を改善させることができました。サプリに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってください。このように完全に我流ではあるのですが、あらゆる可能性を試していくようなやり方で病気を治していきました。今はフィシオエナジティックという治療を定期的に受けています。身体構造、生態科学、精神、情報の面から何が原因で何から順番に治したらいいのか調べて治療する方法になります。それから主訴以外の体のメンテナンスでもお世話になっています。なんていうか、今まで我流でいろいろ試しながら病状を改善していたのをフィシオエナジティックの治療にお任せしているような感覚なんですよね。我流とフィシオとでは同じ過程はたどらないと思いますけどね。食事やストレスなど様々な要因が複雑に絡み合ったような結果、病気という状態になってしまっていたんですよね。
その状態から自力で病状を改善させるのは非常に困難だし、私の場合は我流でたまたま改善できたんだと思います。病気になってしまった原因には食事や運動、生活習慣、それから環境、有害物質、ストレスなどがあるとお伝えしましたが、逆に言えばこれらに気をつけていれば病気を予防できるということですね。動画が長くなってしまうので、病気の原因に関してはまた今度話してみようと思うんですけれど、ぜひ皆さんご自身でも調べてみてください。ということで今回の動画はこれで以上になります。何か質問、ご意見、感想などがございましたらコメントをください。チャンネル登録やいいねボタンもよろしくお願いします。では。